どうもペロンです。今回は R タイプファイナル 2.5 のアップデートで開発可能になった新機体のナンバー 102TP2M2 シータイガーをご紹介したいと思います。シータイガーは水陸両用のパウアーマーであるフロッグマンの強化機体ですが、デザインはどちらかといえばフロッグマンの方が近代的で、シータイガーは1900年代かそれ以前の金属感のあるデザインになっています。フォースはニードルフォースを強化したニードルフォース回が搭載されており、単純な破壊力は増加しましたが、癖もかなり強いフォースになっていますね。赤の超波形レーザーは赤と青の2色の波打つようなレーザーが交互に発射されます。このレーザーはレーザーの細い部分と太い部分の面積の差が大きいですが、レーザーの太い部分がそのままスライドしていく動きではないため、何も考えずに使っているとバイドの内漏らしが発生することもありますね。特にフォースからレーザーが発射された直後はレーザーが最も細い部分になるため、フォース直前まで近寄られてしまうと攻撃が当たらず事故死する可能性も出てきます。そのためバイドやミサイルに近づかれてしまった場合は確実にフォースの真正面に入るようにしてください。またこのレーザーは発射されたレーザーの色が切り替わるときにフォースとレーザーが切り離される仕様になっており、レーザーは切り離した後も直進するため機体を上下させることで広い範囲が攻撃可能になっていることも特徴の一つだと思います。青のレインボーレーザーはレーザーが斜めに発射され着弾後に7色のレーザーに分裂します。このレーザーの面白いところは地形だけじゃなく耐久力のあるバイドにぶつかってもレーザーが長弾し分裂するところですね。地形のない場所でも能力を使うことができるため、反射系レーザーの中でも地形への依存度は低いですが、分裂前のレーザーを当てたとしてもほとんどダメージが入らない仕様になっており、耐久力のあるバイドにダメージを与えたいなら長弾直後を狙う必要があるため、基本的には雑魚狩り以外で使用することはあまりお勧めできない装備になっています。広い攻撃範囲と見た目の派手さだけ見れば結構強そうなんですが、実際の火力はかなり残念なことになっており、期待値と現実のギャップによるがっかり感は間違いなくナンバーワンだと思います。黄色のイレギュラーレーザーは地形に沿ってバウンドしながら進むレーザーを発射します。攻撃力が高く、たまに大きく跳ねるレーザーは上下に地形があるステージでは無双できるほどのポテンシャルを持っていますが、高いバウンドが発生するイレギュラーレーザーは次のレーザーが発射できるまでの時間にもばらつきがあるため、バウンドレーザーと比べて防御目的での運用は少し難しくなっている印象を受けますね。密着した状態では高い単体火力を発揮することが可能であり、地形のある場所であれば高い殲滅力を発揮できるレーザーのため、ニードルフォース界で最も信頼できるレーザーですが、地形の依存度が高いため超波形レーザーと使い分けたり、ミサイルや波動砲でフォローしながら運用してあげるといいと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、ゆっくり回転しながら2方向へフォースショットを発射します。このフォースショットは一度発射した後は波動砲のチャージを行ってもフォースショットが一定時間発射される仕様になっており、波動砲を1ループ分チャージできるくらいの時間はフォースショットが発射されるため、使い方によっては意外と使い道があるかもしれないですが、そもそも波動砲があまり強くないシータイガーでは有用な場面はあまり思いつかないですね。ミサイルは対空ミサイル、魚雷、爆雷、追尾ミサイル回の4種類から選ぶことができます。R タイプファイナル 2.5 のアップデートで新しく実装された対空ミサイルと魚雷が使用可能になったのがフロッグマンと大きく違うポイントですね。特に魚雷はかなり有用なミサイルで、機体をすっぽり覆うことができるくらいの大きな爆発範囲があるため、物理的な攻撃を防ぐための防御目的の運用も可能になっており、波動砲のチャージがしやすくなるのは大きなメリットだと思います。さらに、この大きな爆発範囲は貫通攻撃としても高い効果を発揮するため、盾持ちのバイドに対しても有効な攻撃方法である優秀なミサイルですね。標的に接近すればミサイルの回転効率も良くなるため、接近戦での火力もかなり期待できます。中距離から遠距離で発射した場合は近くのバイドを追いかける追尾性能もありますが、それほど高い追尾性能ではないためあまり急激な方向転換はできないですね。ただしそのおかげでバイドと追いかけっこを始めることがなく、安定した感覚でミサイルを発射することができるため、正面火力が不足しがちなシータイガーの弱点を補うミサイルとしても期待できます。波動砲はフロッグマンと同じバブル波動砲が搭載されています。最大2ループのチャージが上限で、機体から右斜め下に向かって発射される波動砲ですが、地面にぶつかった時とそうでない時では波動砲の軌道が大きく変化する特徴がありますね。普通に発射すると徐々に上に向かって移動する軌道を描いて発射された泡が移動していきますが、この時の距離感を測る目安としてちょうどいいのが赤レーザーで、レーザーが発射されてから2回目の波が発生する部分を目安にすると波動砲と機体がちょうどいい高さになるため、バブル波動砲の軌道がいまいち把握できていない人は赤レーザーの波の形を目安にして距離感をつかむといいと思います。ただしこれはあくまでも地形にぶつからなかった場合の軌道のため、地面付近で波動砲を撃つ場合は軌道が異なるため注意が必要になります。地形に波動砲がぶつかった場合は
ステージによって軌道が異なるため一概には言えませんが、地面にぶつかるとバブル波動砲がすぐに上に向かって移動を始めるため、波動砲では珍しく上に向かって攻撃を行うこともできますね。高速移動しているステージでは地面にぶつかると後ろに向かって飛んでいく場合もあるため、他の波動砲ではできない使い方ができるのは面白い部分でもあるんですが、当てるのが難しい割に破壊力が絶望的に足りないのが一番の問題だと思います。そのためシータイガーでは波動砲を当てることにこだわる必要がなく、波動砲をチャージしたとしても結構気軽に撃ってしまっても特に問題はないですね。シータイガーはニードルフォースの弱点である照明への火力を補える魚雷を搭載したことによってパウアーマー2よりも安定した火力を手に入れることに成功しています。しかし搭載されているバブル波動砲がびっくりするぐらい使いづらく、魚雷で時間を稼いで波動砲をチャージしたとしてもダメージが思うように稼げないため、魚雷と合わせる波動砲は多少チャージに時間がかかるとしても強力な波動砲でなければいけないということを強く感じさせてくれる機体ですね。動きはパウアーマー系統の中で一番可愛い感じがする機体のため、ロックマンが好きな方は開発して遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。